はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。最近いろんなメーカーがポータブル電源に参入してきてるんですけども、そんな中フル電動自転車を販売しているメーカーがポータブル電源を出しているという情報をいただきましたので、今回もいろいろ使ってみたいと思います。あといつも通り実用量や充電速度、電気の波形やあと家庭用エアコン、これが使えるかどうかもいろいろ試してみたいと思います。で、今回使ってみる機種や測定に使っている機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。電気が得意なはずの電動自転車メーカーが出すポータブル電源なので、やっぱり性能がちょっと気になるところですね。で、今回使ってみるのがこれ、サイラッシャー社製のポータブル電源クラフエルアルト1000っていうやつですね。で、スペックはと言いますと、容量が 999W 時、定格出力が 1000W、 オーバーロードプロテクションが 1100W のプラマイ 80W で、バッテリーの種類は3元系リチウムイオン、充放電サイクルは約600回以上、これ容量 60% 維持の時ですね。で、ソーラー発電入力が 200W で、サイズが 290×202×202、 重量は 8.5kg っていう風になってます。まず目につくのがこの重量 8.5kg ですね。容量が約 1000W 時なので 100W 時あたり 1kg 切ってるんですね。しかもサイズも 20cm×20cm×29cm っていうことで、かなりコンパクトな部類ですね。ちなみにこのサイラッシャーっていうメーカー、フル電動自転車っていうのを販売しているメーカーで、最近のモデルはなんと合法的に公道を走ることもできます。というわけでバッテリー制御のノウハウとかなんかいろいろ持ってそうですね。中身出すとこんな感じです。まず入っていたのが AC アダプター、もちろん日本のコンセントに刺さる形になってます。ちなみに出力は 24V の 150W っていう風になってます。それからシガーソケットから充電するためのコード、そしてこれはソーラー充電用のケーブル、片側は MC4 になってます。そして最後に取扱説明書で、これ中身すべて英語なのでちょっと解読するのに手間取るかもしれないですけども、機能がシンプルなんでですね、そんなに迷うことないと思います。では早速本体見ていきましょう。まずは正面からですけども、真ん中に液晶ディスプレイがあって、で左がバッテリー残量、中央が USB の出力電力で、右上が DC の出力電力で、右下が AC の出力電力です。で、今消えてますけど、真ん中の上が入力電力の表示になりますね。で、その右に行きますと、DC の入力ポートがあります。で、下の方に行くと、AC の出力が2口、USB Type-A が3口、Type-C が1口、そしてその左に DC12V 系の出力がついてます。そしてフロントにある白いところは、照明スイッチを押すとこんな風に光ります。で、これシングルクリックで通常点灯で、ダブルクリックで SOS 点灯っていう風になります。で、横見てみますと、特に何もないんですけど、真ん中にファンの通風口があります。で、裏側を見てみると、見事に何もないすっきりとしたデザインです。そして逆サイドの側面はさっきと同じで通風口があるだけです。で、上側なんですけども、物を置いてくれと言わんばかりの平らですね。で、ここに見慣れたマークがついてますので、これワイヤレス充電に対応してますね。で、持ち手は本体に埋まる形で収納されてますので、引き出してこんな風に使うことができます。やっぱり収納式で完全に平らになるハンドルっていうのが一番使い勝手がいいですね。次は一体こいつ何がどれだけ動くのかやってみたいと思います。まずは USB ですね。
ここにつながるだけ線をつないでみます。まずは USB Type-C をスマホに接続して、はい、充電できてますね。次は10インチくらいのタブレット、これも差し込みますと、はい、電気がついてちゃんと充電できてますね。次は自動首振り機能付き扇風機、はい、ここに接続すると、はい、LED が点灯して充電中になりましたね。次は卓上加湿器、これも USB を差し込みまして電源を入れますと、はい、ちゃんと動いてますね。 USB 関係は今この4台が同時に給電されてる感じなんですけども、この時の消費電力はと言いますと約 20W。 まだまだ全然余裕ですね。次は 12V 系ですけども、使ってみるのはこれ、ポータブル冷蔵庫です。こいつマイナス20度まで冷やすことをできます。これを DC の差し込み口に差し込んで、はい、ちゃんと動いてますね。せっかくなんで最低温度のマイナス20度で運転します。では冷蔵庫を追加したら何ワットになったかと言いますと、合計約 50W。 まだ余裕です。次は寒い季節に欲しくなる電気毛布です。これをのれん分けコネクター使って差し込みますと、はい、音はしないですけど電源入りました。ではこの状態で消費電力何ワットかと言いますと、合計約 70W。 次は AC100V 系なんですけども、使う機器はこれ、ポータブルスポットクーラーの感激くんです。でこれコンプレッサー積んでる機器は結構動かせないポータブル電源多いんですけど、果たしてこれは動かせるかなと。では電源を入れてみます。はい、だんだん音が盛り上がってきましたね。ちゃんと動いてるみたいです。じゃあこの時の消費電力はと言いますと、はい、全部で約 170W。 まだ余裕ありそうですね。次につないでみるのが超小型セラミックファンヒーター。これちっちゃい割に結構電力食うんですよね。ではこいつを接続して中で運転します。はい、風が出てきましたね。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、合計約 900W。 まだ大丈夫そうです。で次につがいてみるのがこのカーボンヒーターで、これかなり省電力なモデルなんですけども、 200W400W 切り替えて使うことできます。ではこれを 200W にセットして、この時の消費電力はと言いますと、はい、合計約 1050W。 若干定格オーバーしてますけども、ちゃんとしっかり 1000W 以上使えてます。というわけでいろいろつないできたんですけども、ポータブル冷蔵庫と電気毛布、それからポータブルスポットクーラーの感激くん、それから中運転の超小型セラミックファンヒーターで、これが 200W 駆動のカーボンヒーター、そして USB 機器が小型扇風機とタブレットとスマホと卓上加湿器。今これら全部の機器がこのポータブル電源1台で全て動かせていますね。こんなに同時に使うことそんなにないんですけども、これだけ同時に動かせれば何かあっても安心ですかね。次は騒音測定してみたいと思います。今ファンがフル回転している約 1000W で動いてるんですけど、この状態で1メートル離れたところの騒音はと言いますと、約52デシベル。エアコンの室外機や静かな事務所の中と同じ音量レベルですね。ちなみに何もない時の部屋の暗騒音は約39デシベルでした。はい、次はですね、100V から出ている電気の波形を測ってみたいと思います。で使うのはこれ、オシロスコープですね。で電気の波形は大きく分けると、制限波、疑似制限波、
区形波っていう3種類があって、制限波っていうのが家庭用コンセントに来てるような綺麗な波で、疑似制限波と区形波はなんとか制限波に近づこうっていう風に頑張ってるような波形ですね。で、制限波はほぼ全ての電化製品使えるんですけど、疑似制限波や区形波は結構使えない家電があったりします。特にコンプレッサー積んだ電動機なんかに区形波を入れるとぶっ壊れる可能性が高いので注意が必要です。はい。で、今何してるのかと言いますと、これ専用に作成した端子台にプロボを接続して電気を取り出そうとしているところです。ちなみに 100V の波形の測定って危険なので、自信のない人はやらない方がいいです。では早速 AC100V の電源を入れています。はい、波形が出てきましたね。で、どうなってるのかと言いますと、間隔狭くて分かりにくいのでちょっと大きくします。はい、かなり大きくしたんですけども、変なガタガタとかなくて綺麗な波形ですね。これだけ綺麗な波形が出ていれば大概のものは問題なく使うことできますね。で、下の方に出ている 60. 点何々っていうのが周波数なので、今こいつ 60Hz が出力されているっていう感じです。はい、じゃあ次は AC100V のところから本当は何ボルトが出てるのか測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、ちょっとごっついテスターです。これを挿して測ってみますと、はい、約 110V。 若干日本のコンセントより高いですけども、電圧にうるさい機器でなければこの程度であれば問題なく使えるかと思います。はい、では次は DC12V 系の実用量がどれだけあるのか測定してみたいと思います。で、使うのはこれ、電力量計です。で、電力を消費する機器は何かと言いますと、はい、ポータブル冷蔵庫です。では配線を接続して、今の測定状態はと言いますと、約 12.7V くらいで 35W 程度消費しています。では時間を置いて見ていくんですけども、経験上普通に冷蔵庫使ってるとめちゃくちゃ時間かかるので、蓋を開けっぱなしにして、さらに扇風機で冷気を追い出しながら実験します。はい、結構時間経ったんですけども、どうなってるのかと言いますと、冷蔵庫は停止して本体も 0% になってますね。で、最終的に何ワット時伝えたのかと言いますと、959ワット時使えたってことになってます。あれ、スペックの999ワット時に足りないじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけれども、リチウムイオンバッテリーは完全に放電するとバッテリーを傷めてしまうので、ちょっと手前で止める安全機能がついてます。あと気温や個体差でも若干変化しますね。では実際何%伝えたのかと言いますと、計算すると、はい、96% 使えたってことになってます。で、世の中80から 90% っていう製品が多いんで、96% っていうのは驚異的な数値かと思います。めちゃくちゃコンパクトで軽いですけども、中身想像以上に詰まってますね。はい、じゃあ次は充電時間の測定やってみたいと思います。で、使うのはこれ AC アダプターです。で、電力量計を間に挟んで消費電力も見ていきます。ではコンセントを接続しますと、はい、電気がついて充電が始まりましたね。それでは今の充電電力は何ワットかと言いますと、はい、だいたい170ワットくらいで安定しましたかね。それでは時間を置いて見ていきましょう。
はい、充電完了して表示が 100% になってますね。では充電が完了して 100% になった時の経過時間はと言いますと、はい、約7時間で充電完了したって感じになってますね。最近高速モデルが増えてきたのでなんとなく遅く感じちゃいますけど、まあ一般的な充電速度って感じですね。ちなみに充電に使った電力量は 1.17kW 時イコール 1170W 時でした。はい、次は AC100V の実用量測定してみたいと思います。で、測定に使うのはこれ 100V 用の電力量計です。電気を使う製品はこれ、さっきも使ったカーボンヒーターでは、こいつを 200W で稼働します。で、実際何ワット消費しているのかと言いますと、本体では約 235W、 電力量計もほぼ同じ値っていう風になってますね。やっぱり電圧が若干高いので消費電力もその分大きく出る感じですね。ではこのまま時間を置いて見ていきましょう。はい、約4時間が経過したんですけども、ヒーターが停止して表示も消えています。では最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、 0.93kW 時イコール 930W 時使えたってことになってますね。で、12V からの変換効率を計算すると、はい、約 97%。世の中80から 90% っていう製品が多いんで 97% っていうのはめちゃくちゃいい数値ですね。ちなみにスペックの数値から直で 100V に変換した時の変換効率を出してみますと、はい、約 93%。 一般的なここの数値70から 80% っていうのが多いので 93% は驚異的な数字です。で、私これまでいろんなポータブル電源測定してきて、だいたい60台近くになったかな。こんな風にデータをまとめてるんですけども、これ Excel の機能でですね、この三角形で数値の高い順とかに並び替えたりすることができます。で、この 100V の実用量とスペックの比率っていうところを並べ替えてみますと、はい、一番上が 93%。ということで、今回測定したサイラッシャーのアルト1000っていうやつが1番になるんですね。いや、これまでいろんな機器見てきましたけど、この数値はその中でもいい数値ですね。ちなみに歴代第2位は、はい、エコフロー社製のデルタプロで、数値が 92.8% くらいっていう風になってました。はい、じゃあ次はですね、家庭用エアコンが動くのか試してみたいと思います。ちなみにこれ6畳用のエアコンを約12畳くらいのスペースに取り付けてます。ではコンセントをつなぎ替えて28度設定の暖房で運転を開始します。ちなみに今の室温は約18度って感じです。ではコンプレッサーが動き出すまで少し時間待ちましょう。はい、数分が経過したんですけども、ポータブル電源止まることなくエアコンもちゃんと動いてるみたいですね。ちなみにこの時の消費電力はと言いますと、はい、約 600W ということで、普通の6畳用エアコンくらいであればこいつで全然動かせるっていうことが分かりましたね。はい、というわけでいろいろ見てきたんですけども、こいつ文句なしに歴代トップレベルの実用量です。高速充電とかスマホ対応とかそういうオプション的な機能はついてないんですけど、軽さとコンパクトさと実用量が素晴らしいですね。で、前に外観ほぼ同じのそっくりな機種を測定したこともあったんですけど、スペックや測定結果も若干違ってたので、
中身や制御方法っていうのは各社違ってるのかもしれないですね。というわけで、毎日重放電を繰り返すといったヘビーには使わないけども、とにかく軽くてコンパクトで実用量が多い機種が欲しいっていう人、あとは災害対策とかでとりあえず手元に1台置いておきたいっていう人にはぴったりかもしれないです。で、最新の価格情報やお得なキャンペーン情報っていうのが入りましたら、下の概要欄でお知らせしたいと思いますので、ちょくちょく覗いてみてみてください。はい、これからもですね、この続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね、動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではゴッツチャンネル GT ワークでした。